模範とすべき霊界通信のあくび。近藤和夫。霊媒のジュラルディン・カミンズと役者の山本貞明氏については、イエスの少年時代の冒頭で私が必要最小限の紹介をさせていただいた。本書で編纂者による序文と役者による後書きで霊媒カミンズについて必要かつ十分な紹介がなされているので、打弁は控えたい。ただ、とかく視覚となりがちな観点から一言述べさせていただけば、カミンズがもしも心のどこかに慢心を宿し、名誉心と金銭欲とに駆られていたら、きっと新興宗教の教祖になり下がって、きらびやかな神殿を打ち立て、歯の浮くようなお説教をのたまっていたことであろう。が、神の道具としての霊媒の身分をわきまえていた女子は、終生その立場を忘れることなく、神のしもべとしての使命に徹した。モーリス・バーバネル、ハリー・エドワーズ、エステル・ロバーツ、その他スピリチュアリズムの多くの霊媒、霊能者についても同じことが言えよう。こうした真の意味での神の使徒は、その謙虚さゆえに、とかく目立たぬ存在となりがちである。そして一部の理解者を除いて、その進化を知る者は極めて稀である。しかし真理とはそういう人たちの存在があって初めて地上に根付き、後世へ引き継がれてゆくものなのである。さて、本書を読んで、まず編纂者の顔ぶれと、その格調高い序文に圧倒される。彼らはただの編纂者ではなく、この霊界通信の真実性の証人なのである。先入観をひとまず脇に置き、事実は事実として、自動書記の行われる現場に立ち会い、綴られた文章の内容の信憑性を学問的に徹底的に検討し、その上で正真正銘の折り紙をつけたのである。霊界通信はまさしくこうした素直さをもって理性的に分析する態度。俗な言い方をすれば疑ってかかることが大切である。もとよりそこに偏見や邪心があってはならないが、それに加えてもう一つ大切なのは、その内容が果たして霊から教わるほどの価値のあるものなのかどうかという判断である。その点においても本書は編纂者にも役者にもなるほどと思わせる圧倒的な説得力を持った事実の連続のようである。謎とされてきた聖書の欠落部分が見事に埋められているというのである。霊媒が勝手にそう主張しているのではない。キリスト教の牧師や聖書研究家、それに心霊研究家が、それもたった一人や二人ではなく、実に20数名も証言しているのである。こうした専門的な学識と良識等を兼ね備えた人たちによる鋭い分析と理解、そして山本氏の達意の訳文がクレオパスという一般の日本人には馴染みの薄い初期キリスト教時代の霊からの通信を興味深く、しかも信頼のおける読み物としてくれている。山本氏は大小合わせて数冊からなるクレオパスシリーズの中から3つの大きい通信を選び、その中で最も大きい一冊を2巻に分けられた。本書はその前半である。その中で使徒パウロの改心に至るいきさつが語られ、後半でその後の伝道活動が語られる。これが第2巻で、さらに第3巻でジュリアス・シーザーへの直訴がテーマとなって展開し、そして第4巻で暴君ネロの悪行とローマの大火というクライマックスを迎える。そこには映画化しても良さそうな人間味たっぷりのドラマチックなシーンが展開する。役者の山本氏は以上の4巻でイエスの弟子たちの聖書時代の真実の行情をテーマとしたシリーズとし、他方期間のイエスの少年時代とこれから手掛けられるイエスの青年時代の2巻でイエスの実像に迫るという雄大な構想を立てておられる。すでに形骸化してしまった在来のキリスト教に決別された山本氏が、奇しくもこうした霊界通信の翻訳によって真実のキリスト像とその教え、およびその弟子たちの行情を日本に紹介することとなった。これはまさしく山本氏の信仰的復活というべきであり、氏の仕事がこれからさらに他の大勢の読者を霊的に蘇らせていくことであろう。この歴史に残る画期的な訳業の完成、成就の日の到来を心から待ち望んでいる。